のささやきの朗読やその年の秋は例年よりも早く冷え込んだ。10月の初め、俺は数年ぶりに地元へ帰った。大学進学を機に離れていてから盆にも正月にも帰っていなかった実家だ。特に理由はなかった。ただ都会での生活に慣れてしまって、ここで過ごした18年間がまるで別の人生のように遠ざかっていたんだ。駅に降り立つと鼻を刺すような木の匂いがした。駅前の通りは昔と変わらず、商店の軒先には朱色の提灯がぶら下がり、今夜の秋祭りの支度が進んでいた。風が運んでくる太鼓の音を聞いた瞬間、胸の奥がざわついた。懐かしさだけじゃない、言葉にならない、どこか重たいざわめきだった。夕方、連絡を取り合っていた高校の同級生、坂本と三友が迎えに来た。二人とも昔のままで笑い合いながら道を歩くと、時間が一気に巻き戻ったようだった。祭りの屋台を冷やかし、酒を飲み、たわいもない話をしているうちに、日は山の端へと沈んでいった。ふと三友が指さした先に暗くそびえる山が見えた。あの頂に村の誰もが近づくなと口を揃える祠があった。子供の頃、肝試し半分で行こうとした同級生が行方不明になったという話も聞いたことがある。誰も確かめようとしないまま、それは降りてくるものを封じる場所と呼ばれてきた。なあ、行ってみないか、あそこ。坂本が酒に酔った顔で言った。三友は最初こそ眉を潜めたが、すぐにいたずらっぽく笑った。大人になった今なら、ただの迷信かどうかわかるんじゃない？胸の奥がざわついたままだった。だが、抑え込もうとしていた好奇心が静かに顔を出す。秋風が冷たく頬を撫で、太鼓の音がだんだん遠ざかっていく。俺たちは提灯の明かりが届かない参道へと足を踏み入れた。参道の入り口は子供の頃とほとんど変わっていなかった。鳥居は種が剥げ落ちて黒ずんでおり、石段の隙間には草が伸び放題だ。誰も通らなくなって久しいのが一目でわかる。にもかかわらず、足を踏み入れた途端、耳の奥でざわざわと音が鳴ったような気がした。風でも虫でもない。もっと湿った地の底から這い上がるような音だ。坂本は先頭を歩き、懐中電灯の光を揺らしながら笑っていた。昔はここまで来ただけで腰を抜かしてたよな。などと冗談を言う声も妙に遠くに聞こえる。だが三友は無言だった。
時折肩をすくめ、背後を振り返っている。俺も同じだった。木が風になるたび、まるで何かがこちらを追ってくるような、そんな気配が背筋を撫でていく。石段を登りきる頃には、祭りの音は完全に消えていた。代わりに耳に届くのは、葉のすれ合う音と自分たちの呼吸だけ。月明かりが途切れ途切れに差し込む坂道の先に、やがてぼんやりとそれが見えてきた。祠は思っていたよりもずっと小さかった。社というより石を積み上げたような塚のような形で、苔に覆われて原型をとどめていない。だがただの廃れた祠とは違う。周囲の空気がそこだけよどみ、吐く息が重くなった。坂本が一歩踏み出すと、土が湿った音を立てて沈んだ。おかしくないか？なあ、今日って晴れてたよな。三友が声を潜めた。足元の土は確かにじっとりと濡れている。雨が降った形跡などどこにもないのに、祠の周りだけがまるで水脈の上に立っているかのようだった。俺は近づくほどに体の奥で何かがざわめき出すのを感じていた。恐怖とも違う、もっと原始的な拒絶感。そこに踏み入ってはいけないと骨の奥が訴えているんだ。なのに足は止まらなかった。坂本が祠の前に立ち、苔を払いのけようとした瞬間、空気がガラッと変わった。どこからともなく低いうなりのような音が響いてきた。風は吹いていない。木々ももちろん揺れていない。それなのに俺たち三人を中心に空気が渦を巻き始めた。今聞こえたか？三友の声が震えていた。俺も坂本も声が出なかった。その時、祠の奥からカランと何かが転がるような音が突然してきた。次の瞬間、冷たい風が吹き抜け、三人の明かりが一斉に消えた。闇が落ちた。月も星も覆われたように消え、目の前の友人たちの姿さえ見えなくなった。耳の奥が圧迫されるような静寂の中で、俺は呼吸だけを頼りに周囲を探った。懐中電灯を叩いても全然つかず、スマホの画面も真っ黒のままだった。光がここだけ拒まれているようだった。その時、坂本の短い叫び声が響いた。足音が一歩、二歩と後ずさる音。三友の息が荒くなる。何か動いたぞ。ほら、祠の奥、何かいる。耳を澄ますと、確かにそれはいた。と、土
土をするような、そんな音が奥から近づいてくる。四つ足でも二足でもない。不規則なリズム。腐った泥のような、そんな臭気が漂い、吐き気がこみ上げてきた。光のない闇の中で、俺たちはただ固まっていた。何かがそこにいる。目が見えなくてもわかるほど濃い存在がこっちへ向かってきている。坂本が震える声で言った。なあ、帰ろう。マジでやばい。返事をしようと口を開いた瞬間、俺の足首に何かが触れた。冷たく湿った感触が這い上がってくる。反射的に振り払おうとしたが、逆に強く絡みつかれ、地面へと引きずり込まれそうになった。必死で足を引き抜くと、闇の中でそれはずるりと音を立てて後ずさった。見えないはずなのに、そこにいるとわかる。息を飲んで立ち尽くす俺たちの耳にやがて声が届いた。返せ。人の声に似ているが、人ではなかった。舌が潰れたような、獣の喉鳴りのような。それでいて、はっきりとした言葉が地の底から響いてくる。なんだ今の。三友が悲鳴に近い声を漏らす。次の瞬間、祠の奥がぬらりと動いた。黒い闇が膨らんで形をなし、ゆっくりとそれが姿を現す。形は定まらなかった。人の背丈ほど高さがありながら、腕にも足にも見えるものが枝のようにうめき、まるで形を探しているように伸び縮みしていた。空気が腐ったような匂いがだんだん濃くなっていき、吐き気がこみ上げる。三友が立ち尽くす中、坂本がいきなり叫んだ。みんな、逃げろ！俺は反射的に駆け出した。しかし、次の瞬間、背後から衝撃が走った。何かが俺の肩口を掴んで、凄まじい力で引き倒したんだ。地面に叩きつけられ、肺の中に空気が一気に押し出される。視界がかすみ、右腕に焼けるような痛みが走った。それはそこにいた。俺の真上に。無数の枝のような腕がうねり、俺を形ごと引き裂こうとするかのように迫ってきた。それと同時に坂本と三友の叫びが遠くで響いた。地面に叩きつけられた衝撃で世界が遠のいていく。肩から先が自分のものではないようにしびれ、温かいものがじわじわと染み出しているのが分かった。耳鳴りの奥で坂本と三友が俺の名を呼んでいる。だがその声も遠く、世界は粘りついた暗闇に飲み込まれていった。それは
すぐ目の前にいた。形があるようでなく、しかし確かに何かがそこに存在している。ゆらゆらと揺らめくその輪郭は、獣とも人ともつかず、節くれだった無数の足が地面を這いずり、骨のような音を立ててきしんでいる。それは息をしていた。まるで長い間封じられていたものが初めて空気を吸い込むような湿った音を立てて呼吸をしていた。返せ。返せよ。収めよ。低い声が地面を這うように響いた。祠の奥から吹き出す冷気が肌を刺し、空気がどろりと重くなる。坂本が懐中電灯を振り回し、三友が石を投げつけたが、光も衝撃もそれを通り抜けていく。まるで物質ではない何かがこちらを覗き込んでいた。気づくと、祠の周囲にある石碑がすべて崩れ落ちていた。子供の頃から触れるなと言われていた封印の印。それが一つまた一つと砕け、地面の下から何かが這い出してくる音がした。複数のものが土を押し分ける音。坂本が俺の腕を掴んで引きずり起こした。だが足が言うことを聞かない。痛みとめまいで体が自分のものではないようだ。それでも三友が肩を抱え、三人で必死に坂道を駆け下りた。背後から土を裂くようなそんな轟音が追いかけてきた。俺は途中で一度だけ振り返ってしまった。なんと振り返った先には祠の上空が割れていた。空間が裂けたように闇がうごめき、そこから何かが顔を出している。だが顔と呼べるものではない。黒く濁ったそんなような影が人の形になろうとしながら、いくつもの腕や足のようなものを枝分かれさせ、祠を這い出ていた。まるで山そのものが呼吸をしているような異様な光景だった。その後の記憶は曖昧だ。気がつけば俺は病院のベッドの上にいた。右腕は固定され、肋骨にひびが入っているとそう告げられた。坂本と三友は軽傷で済んだが、俺たちが倒れていた山道には誰の足跡も残っていなかったと聞かされた。一体あれは何だったのか。退院後、地元の古い記録を探した。すると、数百年前の厄災を封じるために祠の下にそれを沈めたという記述が残っていた。名前は書かれていなかったが、それにはこう書かれていた。地を這い、足を持ち、人に尽きて村を食う者とあった。俺は夜になると傷の痛みが増す。眠りの淵であの声が耳によみがえる。
返せ。祠に返せ。夢の中で山がうごめいている。足のようなものが地面の底からゆっくりとこちらに降ってくるんだ。